厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は憧れのピアノブランドスタインウェイ&サンズさんにお邪魔してスタインウェイピアノを実際に弾かせていただきました。さらに自動演奏機能のついた特別なピアノもご紹介。またショパンコンクールでの反田恭平さんや小林愛実さんの音色についてもお話ししてきましたので、ぜひ最後までご覧ください。往年の一流のピアニストの名前も出ましたけれども、今はどんなピアニストの皆さんに愛されてるんですか？そうですね、これちょっとおこがましいかもしれないですけれども、スタインウェイはご存知のようにあまりに多くのコンサートホールや音楽大学に納入されているので、ピアニストの方でスタインウェイを弾いたことがないっていう方の方が少ないんじゃないかなっていうふうに思うんです。とはいえですね、スタインウェイアーティストというご自身でもスタインウェイを所有されていて、なおかつコンサートホールでスタインウェイをご愛用いただいているアーティストをスタインウェイアーティストというんですけれども、海外の方ですとこちらにいらっしゃるようなクリスチャン・チメルマン氏であったりですとか、ポリーニさん、そして日本人ですと内田光子さんや2021年にスタインウェイアーティストとして登録されましたカティンさんこと角野隼人さんは皆様におなじみ深いのではないかなと思います。ピアノというと最近ではショパンコンクールもすごく話題になりましたけれども、盛り上がりましたね。はい、あそこでもやっぱりスタインウェイさんのピアノを選ばれる方すごく多かったですよね。本当にありがたいことにたくさんのピアニストの方が日本人もそうですし海外の方も弾いてくださりました。中でも第3次予選に進出された日本人の方5名いらっしゃいますけれども、なんとその方々全ての皆様がスタインウェイをご使用くださったお弾きくださったということがありました。そうなんですね。そうなんです。半世紀ぶりの快挙と言われてますけれども、2位を取られた反田恭平さんは予選の時からずっとスタインウェイを使ってくださっておりますし、4位入賞された小林愛実さんもスタインウェイを頻繁にお弾きくださっているピアニストの一人でいらっしゃいます。反田さんや小林さんの演奏を真田さんはお聞きになってどんな印象を持たれますか？反田さんの演奏はとにかくエロいですね。魅力的というかセクシーなんですね。セクシーだと思います。人の心やその感情がどのようにその弾いたら揺さぶられるのかっていうのをものすごくその緻密に計算した上で、それをその手で完璧にそのコントロールして曲作りをしている、なんか人のその心を動かすもうプロマジシャンだなっていうふうに反田さんの演奏は私は個人的に見てました。いや私も反田さんの演奏ってなんか匂い立つような演奏そうなんです。フェロモンっていうことがありますよね、反田さん。ありますね。はい。で逆に小林さんの演奏っていうのはもう何よりピアニッシッシモが美しい。スタインウェイのピアノの良さの一つに繊細なピアニッシモがホールの奥に届くっていう表現があるんですけれども、それをもう本当に体現してくださってるようなプレリュードだったりとか、ショパンのコンチェルトの2楽章のピアニッシモの繊細さっていうのが小林さん何よりの武器といいますかハートに訴えかけてくるものなんじゃないかなと思ってます。なるほど。ショパンコンクールの YouTube チャンネルにもお二人の演奏が残っているので、また改めて聞いてみたいですね。そうですね。いや何度でも聴いてしまう名言がたくさんありますけれども。ですね。今日せっかくショールームに寄させていただいているので、ぜひスタインウェイさんのピアノいくつか見せていただくことってできますか？もちろんです。たくさんあるピアノの中から自慢の子たちをご紹介できたらなと思います。早速行きましょうか。はい、楽しみです。ありがとうございます。さて、たくさんあるピアノの中でまずご案内いただいたのがこちらの A188 というピアノです。この188という数字はピアノの奥行きを表しているそうです。実はスタインウェイのピアノのラインナップは非常にシンプルで奥行きの違いだけなんだそうです。つまり廉価品のような位置づけのものはなく、すべてコンサートで使用されるコンサートグランドと同じ工程で同じ職人たちが作っている妥協のないピアノなんです。そして隣に並んでいるのは B211 というピアノ。こちらは奥行きが211センチで、先ほどのものより少しサイズが大きいピアノです。ちなみにこの奥行きはピアノにとって重要な要素の一つです。奥行きが大きいと響板やフレームも大きくなるので、より豊かな音、より広いダイナミックレンジが堪能できるそうです。ということでまずはこちらの A188 を弾かせていただきました。
スポンスがすごいある感じがして、自分がその表現したいと思った強さや弱さにすごくもう敏感に反応してくれて、それが響きに再現されるっていうのがやっぱりスタインウェイのピアノの良さでもあり、一方で怖さっていうふうにおっしゃるお客様もいらっしゃいますね。すごくそう思いました。例えばちょっと和音を弾くときに、ちょっと一つだけ本当に寸分遅れただけでも、音としてすごく目立って聞こえる。そうですね。ので上手くなりたいって思うピアノかなと思いました。ありがとうございます。スタインウェイを弾くことによって新しい発見をピアノから教えてもらうっていうことも多いと思っていて、自分がその表現してみようと思ったもの以上のものを響きとして返してくれるので、これもできるんだ、ああいう音を作りたいっていう好奇心とか知的欲求が刺激されるようなピアノっていうのもスタインウェイの良さの一つなんじゃないかなって思います。そうですね。私が一方的に弾いてるだけじゃなくて、ピアノからその反応が返ってくるっていう感じがしますね。めっちゃいいですね。いや、もういいでしょう。これすごいいいですね。これはみんな好きだわ。ようにも聞こえます難しいんですけど、今月光を弾いてくださりましたけれども、月の周りにどんな情景が浮かんでくるのかみたいなものを想像して、それをピアノで再現できるほどの表現力を兼ね備えた楽器なのかなっていうふうに。何が表現力って言われているのかちょっと分かったような気がします。弾いてみて、いろんなその色だったりとか、その月の中でもまん丸なのかちょっと欠けてるのか、それをその音で指で表現したいと思った時に楽器が応えてくれる、そんな感じかなって思います。そんな風に言われたらさっきの演奏のシーン使わなきゃいけなかったやばい。ピアノ好きになります。いやー、そう言っていただけて嬉しいです。弾き心地ももちろんいいんですよ。体重が自然に乗る感じがするので、とってもなんか不要な力なく弾ける感じがあっていいなと思うんですけど、響きがすごいですね。いや、そうですよね。気持ちいいですよね。弾いた時のその余韻の残り方やその響きの広がり方っていうのが全然違うなっていうふうに思います。で、このその響きの心地よさだったりとか音色がピアノによって本当に個性的っていうのも一つその面白いポイントだと思ってて、たくさんそうなんです。その天然の素材を最高の職人たちが手間暇かけて作ってるっていうことは、一つとして同じピアノは存在しないっていう言い方もできるんですね。これ A188 でもこのピアノはもうこのピアノ唯一なんですね。そうなんです。人間と同じようにこの人はこの人だし、このピアノはこのピアノなので、自分のベストパートナーを見つけるっていうのは本当に特別な体験かなっていうふうに思います。ということで、せっかくたくさんあるので、ぜひ別のピアノも弾いていただけたらと思うんですけれども、こちらに目を引くピアノがありますけれども、これはおしゃれ。おしゃれですよね。実は白ってインテリアに馴染みがいいので、割とどんなその色の床でもピンとするんですけれども、通常その黒く塗装されるものは白く塗装しただけになりますので、構造としては同じだけれども、この唯一無二がどんな風に出てるのか。そうですね。鍵盤がちょっと小さく感じる。それすごくいいポイントで、ピアニストの方とかもよくおっしゃるんですけれども、黒いピアノと白いピアノの大きい違いが、黒いと自分の手がその反射して映るじゃないですか。それによって若干その広く感じるんですよね、ここのスペースを。で、白だとここも全部膨張色っていうのもあって狭く感じるということがあるんですが、同じですそうなんです。すごい。弾いた時に、さっきは月光を弾きたくなったんだと思うんですけど、なんかこのピアノではちょっと明るい情緒の曲を弾きたいなって思った。これ私の感想ですけれども、このピアノって、その白い塗装もあるんですけれども、音そのものもすごく華やかで明るい
音色だと思うんですが、今弾いてくれたバッヘルデンのカノンってやっぱり幸せに満ちた曲だと思うんですけど、なんかその幸せなその響きっていうのが満たされるようなそういった楽器なんじゃないかなっていうふうに僕は思います。これはこっちの方が少し私硬さを感じます。なんかしっかりなる感じがします。どうなんでしょう。あっちはもっと軽やかにふわっと散っていくような感じの残響なんですけど、こっちはパンと鳴ってるっていう感じがあります。同じと言われて弾いてますけど、全然感じる感覚が違います。さっきのピアノと。そうですよね。それは色によってなのか音だけなのかはちょっと私の素人感ではわからないですけど、違ったらごめんなさい。いやそんなことなくて、ですよとかはあるかもしれない。いや、どんな音だったかとかどんな性格の子かっていうのは、何よりその選んでくださる方やその弾いてくださる方が感じていただければっていうふうに思ってるので、なこさんが感じていただいた感想が正義だと思います。正義です。全然違います。もう全然違いますよね、一代一代。なのでなんか恋愛と同じだと思っていて、どんなパートナーがいいのかってその時々の自分の感情とかによっても変わってくると思うんですが、それにフィットする一代一代を選ぶ旅が、そのピアノ選びっていうことなんじゃないかなっていうふうに思います。面白いですね。もう一台がスタインウェイが3年ほど前から日本で販売している自動演奏付きのピアノがあるんですけれども、見た目はですね、もう他のピアノと全く変わらないと思うんですけれども、同じ。わからないです。そうですよね。スピリオというんですけれども、見た目は違わないんですけれども、こちらにはですね4000曲を超える自動演奏のプログラムが入ってまして、世界のトップアーティストによる生演奏が再現できる。買ってくださったお客様には iPad を無料でお付けしてるんですけれども、アプリの中で自分が聴きたい演奏をもうカタログのように選ぶんですけれども、往年のアーティスト、例えばモーツァルトの名手リリー・クラウスさんであったり、パデレフスキーなんてのもいたりですね、このランランさんのメンデルスゾーンも非常にいいんですけれども、じゃあちょっと一回再生してみましょうか。いいですか。はい、これを押すとびっくりしないでくださいね。鍵盤が急に動き出すので。このランランが呼吸してる感覚だったりとか、ちょっとその表情を抜いた感覚とかまで微細なニュアンスまで再現して作っているような自動演奏なんですけれども、ランランは今生きてるのでまだその生演奏聴けると思うんですが、これが例えばバンクライバーンさんとか第1回チャイコフスキーコンクールで優勝された方ですけれども、バンクライバーンも実はスタインウェイアーティスト、スタインウェイをご愛用いただいていたアーティストなんですけれども、彼のショパンのバラード3番とか。
これどうやって作ってるんですか？そう、これはですね、バンクライ・バーンが1959年にその演奏したその録音データだったりとか映像からどういうそのタッチをしていたかだったり、どれぐらいその深くペダリングをしたかっていうのを1000段階を超えるぐらいに分析をして、それを忠実に再現されたデータをスピリオに組み込んで再現してるっていう。電子ピアノとかで過去にその自動演奏みたいなの見たことがあったんですけど、伝わってくるものが違いますね、これは。いや、そうなんです。でそれがなぜかっていうと、やっぱり生音だからっていうのは大きいんですよね。実際その鍵盤が動くことによってハンマーがその実際に動いて弦を叩いて、ここからその音が鳴っているのとスピーカーから流れる音って全く違うので、エネルギーといいますか伝わってくるものが、これ普通に演奏もできるんですね。もちろんです。なのでちょっと消しますね、どうぞ好きな曲を。今まで触ってきた2台のピアノと同じく、別に自動演奏機能がついてるから弾きづらいってこともなく。そうなんですよ。なんかその鍵盤の抵抗が上がるだったりとか、そういったことは全くなく。選んでもいいですか？もちろんカタログいろいろあるので、ルービンシュタインさんとか、ホロビッツとかとビル・エヴァンスとか、ちょっとジャズですけれども入ってたりして、多分でもあれだな、著作権的に。そうですねでこれがその動画付きのものになるんですけれども、動画付きのもの以外にももう本当にたくさんの曲が入っていたりするので、曲から選ぶっていうことができるんですね。そうですね。とかそのジャンルでクラシックとかやると、もうそのダーッとあるので。これで遊んでられる。いや本当にすごい。一つ真田さん気になっているのがあるんですけど、私スタインウェイというとやっぱりグランドピアノのイメージが強いんですが、そうですよね。あそこにですねアップライトがあるんですよ。スタインウェイはですね、実は1モデルだけアップライトピアノを作っておりまして、それが今こちらにあるんですけれども、初めて見ました。そうですね、通常は黒いアップライトピアノなんですけれども、こちら特別仕上げのウォルナット艶出し塗装のアップライトピアノになります。すごく素敵です。そうですよね。木工職人だったって話もありましたけど、良質な家具を見ている感じがしますね。これもグランドピアノと同じ素材、同じ職人が作っている一流のアップライトピアノなんですけれども、後ろ側の響板の大きさっていうのは180センチのグランドピアノの響板よりも大きなものが使われていますので、アップライトピアノの小ささでもグランドピアノと同様の響きがお楽しみいただけると。本当に素晴らしい響きがするので、ぜひ体験ください。はい。優しい。温かい音ですね。いや、豊かで優しいですよね。でもしっかりとこう立てて弾くとすごく通る響きがあります。そうですよね。グランドピアノを置ける家ってなかなか少ないなと思って。そうですね。はい。でもスタインウェイって憧れるから好きっていう方、アップライトは結構いいんじゃないか。そうなんです。まさにグランドピアノはなかなかスペース的に置けないけれども、アップライトならでもアップライトでも妥協はしたくないっていう方が選ばれることが多いですね。これすごい。なこさん、響きの変化つけるのものすごいお上手ですよね。嬉しい。そうなんです。なんかいろんな表情の音が出てきて、なんか聞いてて楽しいです。なんかこれは買うやつかもしれない。
1年後に買っちゃった動画が出てたらもう真田さんのせいです、ね、でも残念ながらやっぱりこういうそのピアノって一点物なので、もう一期一会といいますか、すぐなくなってしまうものなので、ぜひお早めにどうぞ。いかがでしたか？今日の動画が良かったと思われた方はぜひグッドボタンで教えてください。そして皆さんのコメントもいつも楽しく読んでいますので、ぜひご感想はコメント欄にお寄せください。そして先週公開したスタインウェイピアノの秘密に迫ったこちらの動画では、スタインウェイピアノの仕組みや歴史についてもご紹介しています。まだご覧になっていない方はぜひご覧ください。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団、演奏家の紹介や有名な曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー！